舞台は広島県広島市。建設現場ではすべての職人が安全に作業を進めるための基礎工事がある。それが山止め工事。山止めとは、建物を作るために地面を掘った際、周囲の建物や土の山が崩れてこないよう支えを作る工事のこと。この山止め工事がしっかりできていないと土砂崩れが起き、死亡事故につながってしまう。物語の主人公はこのマシーン。これが基本スタイル。そうですね。まっすぐにしてまっすぐ7メーターまで掘ってしまうようです。ここの部分ですね、ドリルが。そうですね。ビタオンザビット、どんな硬いものでもある程度。これはイーグルドリルといいまして、山止め専用の機械なんですけど、1台で掘削、吊り込み、打ち込みができるっていう1台3役の機械になってます。今日は世界に一つだけの山止めマシーンの活躍をルーティーン動画風にお届けします。やあ、僕はドリルマシーンのイーグルだ。生まれは広島県。好きな食べ物はそばの入ったお好み焼きだよ。現場があるときはこうしてトレーラーで運ばれてくるんだ。ものにもよるけど、だいたいこれくらいの敷地だったら3日で終わるかなって感じ。僕の売りはただ一つ、山止めを最短最速かつ安全に進められることなんだ。その理由はこの動画を最後まで見てくれたらわかると思うよ。よろしくね。まずは掘削。地面に穴を開ける。機械の先端にあるビットで地中にある砂利や岩、石を打ち砕く。こないだなんて御影石も砕いたんだ。すごいだろう。こうして7メートルの深さまで掘るんだ。ここからはもっとすごいぞ。みんなも砂場遊びしたことあると思うんだけど、掘ったままにしておくと穴ってすぐ埋まっちゃうよね。でも僕の場合は重いものを吊り上げるフックがついているから、穴を掘ったらすぐに H コーと言われる長い鉄骨を持ち上げて、そのまま打雪もできるから穴が塞がるのを防げるんだ。ほら見て、臨地境界線までは8センチから15センチという精度。驚いたろ。一般的な山止め工事だと穴を掘る重機と H 鋼を入れる重機は別なんだ。だから穴を掘ったら重機の入れ替えをしなくちゃならない。時間がかかるし、そのための広さも必要。でもこの工法だと山止めが僕1台で済むから、重機の車両代は半分、運転するオペレーターも半分、作業時間は半分以下で済むから、山止めにかかる工事費用がかなり安くなるんだ。山止めにお金をかけたくない建設会社さんも多いみたいだから、とても喜ばれているんだ。得意なのは低層のビルやマンションの山止め。間口は4メートルの広さがあれば繁華街でも工事できちゃうんだ。安全かどうかが心配だって？ OK、 だったら続きを見てよ。基礎工事が進んで僕が打ち込んだ H 鋼が見えているよね。その間を見て。 H 鋼と H 鋼の間に鉄板が入ってるでしょ。これを矢板って言うんだ。矢板を入れることで土砂が崩れるのを防ぐ。それが山止めだよ。通常の山止めは木の矢板を現場に持って行ってそれぞれの幅に合わせて切って使うんだ。でも僕の場合は設計図通りに正確に H 鋼を打てるから、サイズが決まっている鉄の矢板を使うことができるんだ。大工さんが現場で調整しなくて済むから工事時間の短縮になるし、 H 鋼と鉄矢板の隙間も小さいから止水性も高いんだ。それに木の矢板を使わないからシロアリなどの害虫も防げる。深く掘らずに矢板を入れられるから崩落の危険性が少なくて、職人さんが安全に工事を進められるんだ。いいことばかりだろう。
建物の基礎工事が終わったら山止めで入れた鉄矢板と H 鋼はなんと抜いちゃうはっはというのも H 鋼と鉄矢板はうちの会社の持ち物だから自社回収しちゃうんだ。工事の時に出る埋設物をなくせるから今流行りの SDGs だよね。土壌の汚染を防げてオーナーさんの土地の評価額が下がることも避けられるんだ。そして僕を使う最大のメリットが工事のコスト。 H 鋼鉄矢板ともに貸し出しだから材料費はゼロでかかるのはリース代のみ。 H 鋼を打ち込む際の先行吊り上げ打設が1台でできる。従来の工法よりも工期が大幅に短縮できて車両費や材料費職人の人件費を大幅に抑えることができるんだ。最高だろう。こんな感じでお送りしました山止めの重機。カチャってはめてこういう感じのものを作りたい。このノウハウを全国に展開しようと開発者は語る。世界に一つだけの重機。ひょっとしたらあなたの街で見られる日が来るかも。